はい、始まりました。今回は大人気シリーズ言えるようなじゃだ。はい、大人気シリーズだと思います。一応黒炭編が今日はやっていこうということになりますが、僕も実はあんまり黒炭好きな色じゃないんですよ。正直に言いますと、なんでかっていうと、ちょっとヘイトコントロールが難しいじゃないですか。正直その初心者の人はあんまりやめといた方がいいんじゃないかなって思うんですね。なんでかって言いますと、始まった時点ですでにヘイトが一番高いっていう場合が結構多くてですね、当事者を出した時にヘイトが高いなってなって、ヘイトが高いと負ける可能性が一番高いわけじゃないですか。で、そのヘイトが高い上に負けて面白くなかったなって思うかもしれないんで、初心者の方にはあんまりおすすめできない色だなって僕は個人的には思ってるんですが、なんですが一応今回3体選ばさせていただきました。これから黒炭の逃走者を始めようと思っている人におすすめの逃走者3体選んできました。今回はだから、初めて少ないちょっと言い切ってないところが、ここで生きてきたと。今回は3体です。で、まず1体目なんですが、恐怖の神ターグリッド。これまたすごいヘイトのが来たぞ。結構ヘイト高めです。まず能力説明させていただきますと、5マナの4/5威迫で、対戦相手1人がトークンでないパーマネント1つを生贄に捧げるか、パーマネントカードを1枚捨てるたび、あなたは墓地からそのカードをあなたのコントロールからで戦場に出してもいい。ということで、例えばシェオルの直令とかスタンダードあるじゃないですか。あと対戦相手のクリーチャーとかプレイスとかサクって、でターゴリットが出てる状態だとこっちの場に出てくるっていうことですよね。そうなります。で、例えば闇取引っていうカードがあるんですけど、手札全部捨ててそれよりも1枚少ない枚数のカードを引く、ということで、手札捨てると場に出てくるんですよね。今の感じだと結構ヘイト高そうですよね。やっぱりヘイトはもうマックスよ。勝ち手段としては捨てさせたり一見に捧げたりしたカードを自分の場に出して、それで殴ったりとかすれば、決まれば勝てます。そうですね。想像していただきたいんですが、いろいろあると思うんですよ。生贄に捧げたり、ハンデするカードを、今後それは増えてきます。正直、強化されることは強化されます。ただヘイトが下がることはヘイトが下がることはありません。やられたことがある方は分かると思うんですけど、まずピン除去だったりっていうのが全部こいつに向けられますよね。だって残ったら勝たれちゃうから結構ヘイト厳しめなんで、それでも黒炭好きでやってみたいなという方はやってみたらいいんじゃないかなということになりますかね。動きとしても一応かなり独特な逃走者にはなります。黒炭っぽいですよね。で、次の逃走者いきます。次はこいつは先ほどちょっとあんまりおすすめできない色だなって言ったんですが、僕は唯一こいつは初心者にもおすすめしてもいいんじゃないかなという逃走者になります。白母バラのトゲビトという逃走者になるんですが、3マナの 1/3 のクリーチャーで、あなたがライフを得るたび対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーはその点数に等しい点数のライフを失う。5マナでターン終了時まであなたがコントロールしているクリーチャーは反抗を得る。一応そっちのものはあんまり使うことはないですが一応そういう能力もついています。ライフを得たら相手がライフを失うという単純な能力なんですが、例えばどんなカードが入るかって言いますと、アスフォルテでの配慮商人みたいな、心身分をドレインするカードとかは結構強いですよね。強いですね。これ系のカードの強いところは、ドレインするのは対戦相手、回復するのは対戦相手が失ったライフの数っていうところね。
なるほど。はいはいはい。対戦相手の数が増えている統率者戦だからこそ強くなるカードです。なるほどなるほど。例えば他にも遮血っていうカードがありまして、はい、2マナ X で X10 ドレインで結果、トレインできる点数はX の3倍なのでなるほどなるほど、はい、与えるダメージは1人だけ4倍くらいと。なるほどこれ1人だけなんですよね、これ選べるのは。ビトの効果の方で失うのはそうですね。はい、で勝ち筋は極上の地っていうカードがありまして、はい、対戦相手がライフを失うたびその点数に等しいライフを得るなんで、まあ、結局ループして、はいはい、ライフを失ったら得て得たら失って、というのを繰り返して無限ルーズ無限ライフゲイン、ということになって1枚コンボなんですよね。そうですね。はい。これまあ想像していただきたいんですけども、ライフゲインが全てダメージになります。はい。まあ、ハンコンで殴ってってもいいですし、これ下の効果使ってね、ハンコンにしてパンとしても一応ねね、一応ありますよね。一応減ってますから。減ってますから。はい。ライフゲインのカードありますよね。ありますでしょ。はい。一番いいところは、こいつヘイト結構低めなんですよね。今言った効果でヘイト買う部分ってあんまりなかったですよね。ないんですよ。なんでそう初心者にもおすすめな統率者としてこいつがいいんじゃないかなということになります。はい。で次の3体目の最後の統率者の発表になるんですが、はい、これは最初に言ったんですが、僕あんまり黒タンって好きな色じゃないっていう話をしたじゃないですか。はい、そうなんですが、こいつにはそれでもちょっとやってみたいと思わせる雰囲気を醸し出す感じがするんですよ。雰囲気があるんですよ。雰囲気があると魔性だと、魔性の強靭さがこう支えてきてると確かに支えてきてるんですよ。でちょっと本当にやってみたいなって前動画にしたことあるんですが、目視録シェオルドレッド、はい、はい、こいつは一応能力説明させていただきますと、いいかこいつは知らない人いないかいないですよね、知らない人。まあいないかもしれないけど、一応まあ4マナ4号で接しで、あなたがカードを1枚引くと2点ライフを得る、対戦相手がカードを1枚引くと2点ルーズっていうカードです。はい、前に紹介してるんですが、はい、その時は結構ディスってましただからそっちの動画は見ないでください逆にはい、逆にね、見ないでください。ディスってるんで、結構はい。でなんでこいつがおすすめかっていうか気になるかっていうと、なんか気になっちゃうんですよねその動画では最終的には、はい、気になるな、やんねえかなって言ってたんですよ。はい、なんですけど、やっぱり今になって振り返ってみると、まだ気になってるんですよやるしかないでしょ。やろうかなってまだ思ってるんで、はい、だからおすすめなんですけど、はい、まあ、例えばなんですが、夜のささやきとか、血の署名、みたいな失ってドローみたいなカードが強く使えるじゃないですか。はい、であと例えば一番強いと思ったのがテフェリのサイクルコというアーティファクトなんですけど、毎ターン手札を入れ替えなきゃいけないっていう、恐ろしいカードなんですけどめっちゃ点数食らうぞ、はい、自分はめっちゃゲインすると、はい、で最終的に勝ち筋はボーラスコマが、コマが1点食らっても大丈夫なんで、なぜかゲインの方がでかいとであとリッチの熟達っていうので一番コンボなんですけど、でいう手段で勝ってくるんですが、ここからはまあ想像していただきたいんですけど、相手にドローさせてみましょうみたいなプランもありえるじゃないですか。まあありえるはありえる。そしてこのシェドルの能力って、ドローっていうさ、カードゲームのまあ言ってみれば根幹のところに対してさ、ダメージとゲインついてるから、いろいろできるよねそりゃーっていう。そうなんですよね。はい。あと起動とかでライフペイして、ワンドローみたいなカード、まあ、今後も増えていくと思うんですよね。増えていくだろうね結構強化もされていく未来もありますし、はい、まあなんで、まあ、特に魅力的なのが、無限ドローを防げる
っていうところなんですよ。そうですね。はい。なんですけど、その1人は無限ドルを別に防がれても大丈夫な人がいたりとか、1人は無限ドルを防がれたら嫌な人がいたりとか、することで、そこでヘイトのバランスがちょっと微妙に違うというところで、ヘイトがマックスにならない可能性があるということで、僕はちょっと興味を惹かれてます。はい。まあそんな感じで3体選んだんですけど、どうだったでしょうかね。これに関しては、はい、結構不安があります。不安ですが、他にもこいつおすすめだっていう投稿者だったり、こいつらに入りそうなカードありましたらコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録お願いします。お願いします。ということで今回の動画は以上になります。おしまい。